はい、哲也です。今日はね、米下院科学技術で中国を打ち負かす法案を可決というテーマでお話してみたいと思います。米下院は6月28日月曜日、中国が自国の技術を高める取り組みを推進する中、それに対抗する米国の能力を高めることを目的とした2つの法案を可決しました。いよいよ米国はね、米中戦争の本質が貿易戦争にとどまらず、先日めれば科学技術戦争であることを強く認識し始め、科学技術面で中国を圧倒的に打ち負かす方向へと舵を切りましたね。僕はこの情報をこの記事から得たので、今日はこの記事内容をベースにお話ししてみたいと思います。これらの法案は米国の研究開発プログラムを強化しようとするもので、幅広い超党派の支持を得て可決されたんですね。第一の法案は未来国立科学財団法で345対67で可決され、第二の法案は未来エネルギーサイエンス商法と呼ばれ351対68票で可決されました。これは満場一致に近いとまでは言いませんけれどもね、圧倒的な大差での可決と言ってよいでしょうね。しかも超党派で賛成が圧倒したんですね。こうした法案に対して下院の科学委員会のエディ・バーニス・ジョンソン委員長は次のような趣旨のコメントを出しました。米国は長い間科学と工学の卓越性の象徴だった。今グローバル競争の激化を認識する必要がある一方で、それに制約されてはならない。この分野で引き続きリードしていくためには、米国独自の方向性を打ち立てる必要がある。米国は今、歴史上重大な局面に立っている。社会における科学の役割にもっと焦点を当てるべきだ。今こそ科学技術のための資金を大幅に増やさなければならない。何年もの間、我々は優れた研究への資金提供を怠ってきたとね。この法案が施行されると、国立科学財団とエネルギー省科学局への資金供給を年間約 7% ずつ押し上げることになり、STEM と言われるね、これサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、そして、マスマティクスですね、科学、技術、工学、そして、数学の教育、これ STEM というんですけども、STEM 教育及びそれらの分野における人材採用を支援するプロフェッショナルの育成を強化することになりますね。未来国立科学財団法には、研究開発助成金の申請者が懸念される外国からの邪悪な外国人人材募集プログラムに参加することを禁止する規定も盛り込まれています。ちなみに現在懸念されている外国とは、中国、北朝鮮、ロシア、イランを指しています。この法案は当然、米国の国家安全保障上の脅威となっている中国の千人計画も問題としています。千人計画とは2008年にできた中国独自の採用プログラムで、中国のイノベーション推進を支援するために、科学技術分野で有能な海外在住の中国人や外国の専門家を取り込む計画のことを言うんですね。現在では1000人どころか数万人、いやそれ以上に上る内外の科学技術者がこの1000人計画に参加していると言われています。当然ね、残念ながらその中には多くの日本人研究者も含まれていると言われているんですね。この点に関してマイケル・ワルツ議員はこう指摘しています。研究開発をオープンにすることは良いことだが、それとそこにつけ込む適正国家から身を守ることとの間で適切なバランスを取ることが大事だとね。当然ですよね。研究開発はアメリカはね、いろんな人を取り込んでね、一生懸命オープンな形でやってるわけですけども、だからといってそこにですね、スパイのようなね人間が入っていってそれを盗んで、自国の繁栄に使うと、あるいは逆にアメリカを攻撃するために使うということであったらね、これは大変なことになりますからね。
ところで、上院でも下院と同様に、米国の科学技術面での競争力を強化するための法案が可決されたんですね。その法案の名前は、米国イノベーション及び競争法というものなんです。この上院の法案は6月8日に68対32で可決されました。この法案は、米国を科学技術面で追い越そうと躍起になっている中国に対抗するために、科学技術に対する政府の支援を強化することを目的としています。こうした一連の法案の成立を受けて中国政府はどういう反応をしているかというと、いつものようにね、中国を敵対視するものだ。ね、強い怒りと断固たる反対を表明するみたいなことを言ってるようですね。おそらく、とかくね、分断が取り沙汰されてきた米国の議会が、中国対策に関しては見事に結束しているのを目の当たりにしてね、中国が非常に驚き戸惑っているということなんでしょうね。バイデン大統領の基盤である民主党は現在米国の議会すなわち下院と上院の両方を支配しているんですね。過半数を取っているということですね。しかし対中強硬路線という点では上下両院とも民主党も、共和党も程度の差こそあれほぼ一致しているんですね。そして必要な法案を次々にスピーディーに可決成立させていっていますね。いつも言っているように、そこがね、米国政治のすごいところなんですよ。さらにすごいところはね、こうした法案がいわゆる閣法、官僚が作った法案ではなくて、ほとんど政治家たる議員自らの手で、つまり議員立法、議員が作った法案のことを議員立法と言うんですけど、議員立法の形で議会に提出され、審議され、可決されていくというところなんですね。この点、閣法ばかりで、議員立法が極端に少ない日本とは大違いですね。どうして日本ってこんなにね、政治家が法律を作らないんでしょうかね。政治家の仕事って、つまり国会議員の仕事って、はっきり言うと、法律を作る仕事ですからね。その仕事をやってないってことなんですよ。賛成とか反対とか起立したりはするでしょうけどね。もう、何やってんのかなっていう気がしませんか、皆さん。それはともかくね、じゃあ、バイデン大統領ご本人は今回の法案可決をどう思ってるんでしょうかね。ちょっと興味あるでしょ。今回の法案が可決されたことを受けてバイデン大統領は6月28日に次のような趣旨の声明を出したんです。ちょっと読みますね。私は今回の法案可決を知り心強く感じている。私が署名できる最終的な法案にするため、今後上下両院と協力を続けたい。何十年にもわたる科学技術面における米国の怠慢や不投資は、中国をはじめ世界中の国々が資金をつぎ込んで新たな技術や産業に焦点を当てている中、米国を競争上不利な立場に追いやってきた。これらの国内の強さの源を再構築することで、我々は今後中国やその他の国々との競争に打ち勝つことができるだろうとね。いかがですか？バイデンさん、まともじゃないですか。素晴らしい。バイデンさんはね、トランプさんみたいに、今こそ中国にコロナ禍の責任を認めさせ、何千兆円もの賠償をさせ、なんなら中国をね、一気に解体に追い込むぞというほどのね、迫力はないんですけれども、国家の繁栄と成長の基盤がね、優れた科学技術にあることをしっかりと認識していることは間違いないんじゃないでしょうかね。この点ね、どこかの国、どことは言いませんけども、つまり財政再建の名のもとに、官僚が国家の繁栄と成長の基盤であるはずの優れた科学技術に関する予算を削ったり、ちまちま出し惜しみしている国、さらには頼みの政治家もそのことにほとんど無頓着で、議員立法もしない国とは、まさに月とすっぽん、雲泥の差、あるいは天と地の開きがあると言わなければなりませんよね。僕は最近海外サイトを通じて、米国の政治家の仕事っぷりをね、見るにつけ、日本にもね、ぜひとも米国のような政治のダイナミズムをね、積極的に取り込んでいく必要があるんじゃないかなとつくづく痛感しているんですね。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。目覚めよ日本人。
今回のようなお話に興味のある方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。